皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナの戦場において、どうやら今後も数が増えそうなロシア軍の亀戦車についての解説をしておこうと思います。まず最初に亀戦車って一体何かというと、従来の戦車に対して対ドローン対策としての鉄板や屋根を貼り付けることによって防御力をより高めたものです。しかし、そうした対ドローン戦のためだけではなく、戦場ではもう一つの役割を加えて、ロシア軍はこの亀戦車をより多く運用する可能性が出てきています。今回はロシア側から出てきている情報をもとにして亀戦車がどのような使われ方をするのか、そしてなぜ亀戦車のようなものが数多く運用されようとしているかについて解説をしていこうと思います。それではまずは映像から亀戦車がどのようなものか見ておきましょう。こちらが現時点で最も新しく出てきている亀戦車の映像です。戦車の上部構造に鉄板やもしくは木材の板などを貼り合わせ、さらにその上に金網で防御を固めています。そして注目すべきはその前方に地雷除去用の装置も付けられていることでしょう。こちらがその車内からの映像。見てわかる通り、前には網がありますし、それ以外の場所も木材が張られているので、かなり視界は狭まった状況です。もちろん、このような覆いがあることによって、旋回砲塔は旋回することができません。あくまでも前方に対する砲撃だけしかできないようになっています。ちなみに、こうした覆いをする亀戦車なのですが、現在ロシアで生産されている戦車に関しては、頭上からの攻撃に対する防御として屋根が取り付けられるようになっています。今回ご紹介したような亀戦車ほどの覆いはされてはいません。ですが、このようなロシア軍の防御力に偏った改造を見ていくと、そのうちもっと昔の戦車のようなスタイルへと変わっていくかもというような指摘をしている人もいます。こちらの写真は第一次世界大戦で開発されたドイツ軍の戦車です。第一次世界大戦では塹壕戦が主体であり、その塹壕を乗り越えていかに攻撃するかに様々な試行錯誤が行われました。その中で生まれた戦車の姿というのは、もしかしたら現代でも復活するかもしれないというわけです。さて、この亀戦車なのですが、まずはネーミングについて、一体誰が最初に亀戦車と名付けたかについては不明です。しかし少なくとも日本国内で名付け親がいるというわけではないでしょう。現地ウクライナの軍事関係の記事などでもタートルタンクといったような形で紹介がされていることから、何かしら日本以外なところで亀戦車という名前があって、それを翻訳することによって日本でも亀戦車という単語を使っての記事が書かれていたりします。そしてこの亀戦車なのですが、当然のように従来の戦車よりも様々な制約が加わったことにより、攻撃力という点では明らかに戦力は低下しています。しかしこの亀戦車、別に攻撃用に作られているというわけではなく、完全に防御に振り切った形となっています。まず第一に、ウクライナの戦場において最もクローズアップされている新たな兵器、ドローン対策。頭上からの爆発物投下、そして突撃してくるドローンなど様々な形で活用されています。そのために側面や上部構造に対する防御としての板と金網が付けられているわけです。しかし、ロシア軍にしてみればこのような防御を固めるには理由があります。なぜならば、ウクライナ軍の方にまず第一に砲弾不足という問題があります。亀戦車の一つの特徴として、より大きくなったわけですから、より遠くから発見することができます。砲弾が潤沢にある場合であれば、発見が早ければ早いほど、たとえ動いている標記的であろうとも、数多くの砲弾を撃つことによって、戦車のような兵器は優先的に破壊されるものです。しかし、現在のウクライナ軍は、アメリカやヨーロッパからの支援が何ヶ月間も凍結されたような状態が続きましたから、前線においては極度の砲弾不足が発生しており、戦車が近づいてきたからといって、数多くの弾を撃ち込むのはちょっと難しい状況になっているわけです。ですからウクライナ軍としては、砲弾が不足しているんだったらドローンで撃退しようとしているわけですが、そのドローンに対する対策を立てることによってロシア軍はより攻勢を強めようとしているわけです。そして戦車にとってドローンだけではなく、この戦場で両軍にとって脅威になっているのが地雷です。対戦中地雷を少しでも除去すれば、それによって味方もより前へ出ることができます。ですからこの亀戦車の役割というのは、攻撃の先兵、一番前に出て盾役のような役割
わりを演じることであり、決してこの加盟戦車イコールこれで攻撃してウクライナ軍陣地を攻略しようというわけではありません。いわば一番前の捨て駒のような存在です。しかし、ロシア軍のそのような捨て駒作戦というのは、これまでも広く行われていますから、人間を使った捨て駒よりはこうした古い戦車を改造することによって前線への道を開拓する方が少し人道的という考え方もできます。そしてもう一つ、砲弾不足だけではなくアメリカからの支援が滞っていたこともこうした対ドローン防御の方向へ振り切った理由でもあります。アメリカからウクライナへ供与されていた対戦車ミサイルジャベリンであれば、このような中途半端な防御力を突破して戦車を破壊することができます。しかし、支援が滞っていた間、当然のようにジャベリンが新たに供与されることはないわけですから、ドローンさえ何とかすればもっと前へと進めれるということから、今回のような加盟戦車が次々と生まれ、少しずつ前線で多く目撃されるようになってきたというわけです。ちなみにこうした加盟戦車への対応なのですが、一般的な戦車対策としての戦車号をきっちりと設けることによって、たとえ地雷除去の装置がついていたとしても戦車号を超えることはできませんから、それによって陣地を防御することはできます。またアメリカからの供与もようやく再開のめどが立ったのですから、今後は砲弾や対戦車ミサイルの供与も再開されれば、対ドローン対策としてこのような覆いをいっぱいしましたよという戦車は改めて大きな標的として狙われやすくなるという欠点も持ち合わせています。このあたりの事情というのはウクライナに対してどれだけの支援がやってくるかということとかなり関係しますから、今後加盟戦車が次々と吹っ飛ぶかどうかについてはこうした軍事支援との兼ね合いが非常に重要となってきます。ちなみにこうしたロシア軍の試行錯誤なのですが、そこから学ぶべき点というのは日本も当然のようにあります。戦場においてドローン様々なものが投入されるというのが前提になっているわけですから、今後はそのことを前提として、じゃあ装備品どうするのといった問題は必ず日本にも課題としてあるわけです。理想的な展開としては装甲がものすごい高性能になって少々のドローン突撃などでは破壊されないような装甲になるのが一番なわけですが、なかなかそうもいかないでしょう。ですからドローンが近寄ってきた時にそれらを素早く自動的に迎撃するような近接防御システムの開発が求められることとなります。その際に機関砲弾だけではなくレーザー兵器のような弾薬を補給しないでも済むような兵器というものが実装されるのが望ましいでしょう。そうでなければ今回のロシア軍のような加盟戦車のような車体本体の装甲だけではなく、その外側にももう一枚皮を持とうという考え方も案外バカにできない世界となってきてしまいます。これまでの戦車の姿、デザインを変えてしまうかもしれないというのが今のウクライナの戦場だというわけです。というわけで今回はロシア軍の試行錯誤が続く加盟戦車の紹介をしておきました。こうした加盟戦車が作られる背景としては、ウクライナ軍に対する軍事支援が途絶していた期間が半年近くになり、ロシア側の防御対策が対ドローンへと全振りになったことが大きな背景となっています。今後支援が再開されることによって、私は加盟戦車が次々と吹っ飛ぶ姿が見られるのではないかと思っていますが、皆さんはどう思われるでしょうか。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、また知識のアップデートに役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。